いやー、ついにね、走り出しましたよ。今日の主役、このスーパーゾイルのおかげかもしれません。サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今日は草刈り機にこのスーパーゾイルを試していきたいと思います。初めてなので、簡単にね、どんな商品なのか説明したいと思います。このスーパーゾイルは、金属表面再生剤って言っていて、極めて滑らかで強靭な金属表面を再成形するトリートメント剤です。そしてフリクションを大幅に低減させ、エンジン性能を 100% 引き出し、バランスの良いエンジンに仕上げます。さらにね、軽い焼き付けを修復する効果もあるそうです。もうこの説明だけ読んでるだけでもね、ちょっとワクワクしてきますよね。そしてゾイルのね、使用上の注意がすごいんですけど、ゾイルを使用しますと、エンジンはよく回るようになりますが、初めてご使用になられる場合は、徐々に回転域を上げていくようにしてくださいと書いてあります。注意事項がこれってすごくないですか？エンジンがね、よく回るようになるから、一気にね、回転を上げるなと。これが注意事項ってなんかすごいですよね。非常に楽しみです。さあ、それでは混合ガソリンを作っていきます。まずスーパーゾイルをね、開封しますと、中蓋とかはなくてね、もういきなりね、キャップを開ければ中身が出るような仕様になってますね。そして混合割合なんですけど、スーパーゾイル1に対して、2サイクルオイルが1、オイル容量の、半分ずつですね、半分ずつ入れて、混合ガソリンを作っていきます。そしてテストをする際に、いきなりね、これでエンジン回してっていうのでもいいんですけど、やっぱりね、金属表面再生剤っていうのをね、歌ってますんで、テストの前にね、1タンク分ね、草刈りを行って、そして一晩置いてからテストをしたいなというふうに思っています。そしてシリンダーのね、金属の表面が十分にね、再生されて、フリクションを大幅に低減させて、エンジン性能を 100% 引き出せるようになってからテストを行いたいと思います。テストの方法は以前行った最高回転テストをね、再び行いたいと思います。最近ね、こうチャンバーなんかつけてね、草刈りやってますと、以前よりね、やっぱり音が大きくなってますんで、少しね、やっぱご近所さんたち迷惑になってるんかなっていう部分もね、感じる部分はあるんですけど、いわゆるチャルメラですよね。この音が聞こえてきたら、地域をきれいにしてくれてるんだなっていうふうに思っていただけたら、喜んでもらえるんじゃないかななんていうふうにね、プラス思考で解釈してね、このチャンバーの音を楽しみながら、最近草刈りを行っています。集団でね、草刈りする時の暴走族の時はね、いいんですけど、一人で刈る時のね、刈葉ライダーの時ですよね。刈葉ライダーで暴走行為を行う時にはね、やっぱりこうちょっとね、音が大きいとね、引っかかるものを感じますよね。それですんで、最近は、なるべくね、よく切れるエクサカリバーを使って、なるべく回転を上げないようにして、暴走行為を行うようにしています。突然ですが、ワールド草グランプリの準備が整いました。グリーンフラッグが振られ、シグナルが灯ります。いや、すごい走りでしたね。まさかね、タイヤをつけてないのにね、走り出すとは思いませんでした。表彰式では、猫じゃらしで栄誉を称えます。なんかこうしてね、猫じゃらしで撫でてるとね、なんか癒されますよね。
なんかね、こうしてるとね、この草刈り機にね、なんか名前を付けたくなってきますね。皆さんはね、どんな名前がね、合ってると思いますかね。パッとね、思いつく限りの名前をね、ここに記載してるんですけど、4番の草カリバーなんていうのね、なかなかいいかななんて思ってるんですけど、もしね、いい名前がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではね、だいたい1タンク分の草刈りが終わりましたので、今ね、アイドリングをね、見ているところです。ちなみにね、回転計はね、この位置に取り付けを行いました。やっぱりタコメーターがね、この位置にあると、自分でね、何回転で草刈りやってるのかね、確認できるんですよね。意外とね、タコメーターってね、手元にあると便利ですよね。それでは一晩放置して、エンジンのね、回数も終わったと思いますので、テスト用の混合ガソリンを作っていきます。今回もゾイル1に対して、747を1、半分ずつですね。この割合で混合ガソリンを作っていきます。今ね、この計測している計量カップは、農薬をね、計量するためのものなんですけど、少ない量をね、計量するのって意外とね、大変なんですよね。確か浅場のね、クイックスプレーを買った時についてきたものだと思います。浅場っていうとね、スーパージェット噴火で世界を一世風靡したっていう会社なんですけど、そんなのはね、どうでもいい話なんですけれども、とにかく正確に計量してテストを行います。それでは最高回転テスト、スーパーゾイルと A747 のテストを行っていきます。今回ね、テストにね、行うにあたって、この仮場のところですね、これをね、このコンテナガードを作って、安全に配慮を行っていきます。この黒いプロテクターをね、つけてない方もいらっしゃると思うんですけど、このコンテナガードがあると、メンテナンスの時にもね、非常に具合がいいので、一つね、作っておくとおすすめかなというふうに思います。それでは究極のパフォーマンス、カストロールパワー1にスーパーゾイルを入れてテストを行っていきます。先ほどと同様に1対1で混合ガソリンを作っていきます。しかし最近ね、こんなテストばかりやってるもんで、混合ガソリンがね、だいぶね、過剰に余ってきてしまいまして、早く草生えてくれないかなーなんていう風にね、今まではね、もう草生えてるよっていう風にね、思ってたんですけど、もうこの180度変わったね、この心のありよう、こういうのが草刈りを楽しむポイントかもしれませんね。さあ続きまして AZ2 サイクルエンジンオイルにスーパーゾイルを入れてテストを行っていきます。こちらも今までと同様1対1で、混合ガソリンを作っていきます。安いオイルにスーパーゾイルを入れたらすごくねよく回るいいオイルになったっていうのをね、期待しながらテストを行っていきたいと思います。
そして今右上に映ってるエルフのオイルなんですけど、昔からね未開封で家にあるんですけど、もしこれねご存知の方いたら教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。まとめということで、皆さんどうだったでしょうか。実は映像ではね、それぞれ3回ずつ計測してるんですけど、どれも3回ともね、みんな同じ結果だったので、映像ではね、1回のみ表示しております。今回のテスト、混合ガソリンを作ったり、またね、これ草刈り機からね、混合ガソリンをきれいに排出しなくちゃいけないんですよね。テストごとにね、そういった手間がかかったので、結構大変だったんですけど、結果的にはね、前回の、最高回転テストよりもね、エンジンはね、回らなかったんですよね。気温とかね、条件も違いますから、一概には言えない部分があると思うんですけれども、数字だけ見てしまうと、それぞれね、あまり変わらないんじゃないかっていうね、そんな感じがしますよね。ただこれがね、スーパーゾイルの金属表面を再生した効果の結果だとすると、どの結果もね、同じようなね、回転数になるのかなというふうにも感じました。これならレーシングオイルじゃなくても、通常農業用のね、2サイクルエンジンオイルに、このスーパーゾイルをね、少し足してあげるだけで、非常にね、最高のレスポンスを得られるんじゃないかな。そんな風に感じたテストでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画作成の励みとなります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。